では次は円形のヘッドドレスをかぶっていこうと思います。同じく耳のところで分けてリボンを通していきます。完成です。このヘッドドレスは高校生の時にちょうど地元のベイビー様の店舗で深澤みどりちゃんが来るってことだったので、チェキ購入したら取れるよって店員さんに言われて買ったものになります。普通のヘッドドレスよりはかっこいいというか、なんかピリッとした感じになるので、あんまりロリータブランドで作ってるところは少ないかもしれません。ゴシック系のブランド様だと、例えばマーブルさんとか作ってるところはあると思うんですけど、これはアリス&パイレッツ様です。次はリボンをつけていこうと思います。リボンは結び方上と下で2種類、あとは三つ編みのアレンジを2種類やっていこうと思います。まず最初に高い位置で結んでいこうと思います。リボンを刺していきます。完成です。高い位置で結ぶとちょっと甘い感じに、幼い感じになるかなと思います。ポップな感じに仕上げたい時には上で結ぶようにしています。ではリボンを刺していきます。完成です。では次は3つ目の編み込みの三つ編みをしていこうと思います。私は職場で髪がちょっと気になったりするので、三つ編みで出社することが多いです。編み込みが終わりましたので、リボンを刺していきます。完成です。次は三つ編みを固く編み込んで輪っかを作っていこうと思います。
まず最初に根元を2つくくりにします。固く三つ編みにしていきます。ここでピンとかを使って紙を丸めた状態で留めていきます。今回は櫛みたいなものを先に使おうと思います。これだけだとちょっと不安定なので U ピンを刺していきます。これで完成したのでリボンを付け根につけていきます。完成です。これで髪の紹介は以上になります。見てくださりありがとうございました。一つのドレスでいろんな顔を見せることができたんじゃないかなと思います。このドレスは私が高校生の時に大事に買ったベイビーダッサーシャンブライト様のドレスになります。ストッキングは昨年度買ったアナスイのものです。靴は足長おじさんのものを履いています。足長おじさんはレザーで結構幅広のおでこ靴をよく作っているのでおすすめです。私はインスタグラムもやっているのでインスタで結構コーデの写真あげることも多いのでよかったら見てみてください。チャチャ_JPN です。よければフォローください。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。見てくださりありがとうございました。